空港のベンチで一人で静かに搭乗時間を待つ人、イヤホンをして自分の世界に入りながらこれから始まる旅に少しだけ高揚している。一方で誰かと笑いながら並ぶ人、着いたらまずどこ行くなんて言い合いながら人との時間そのものを楽しんでいる。今回はどちらが正解という話ではありません。ただ一人で旅行する人と人と旅行する人では世界の捉え方も人生で何を大事にするかも違うんです。どちらも素晴らしい。でもその選択はあなたの人生観を映しています。今日は一人で旅行する人と人と旅行する人を行動心理、欲求、メリット、デメリットの4つの観点から見ていきます。環境的にそうなっている人の話というよりは自分の意思でその旅のスタイルを選んでいる人の心理を深掘りします。この動画を見終わった時、あなたはどちら側の生き方が好きなのか、ぜひ自分に問いかけてみてください。一人で旅行する人の考察。まず行動心理です。一人で旅行する人は自分で決めたいという欲求が強い傾向があります。誰かに気を使ったり合わせるよりも自分のペースで動きたい。予定が変わってもそれをトラブルではなく体験として受け取れる。心理学で言うと内的統制感が強いタイプです。物事の主導権を自分の内側に置いている人。次に欲求を見ていきます。一人で旅行する人の根底にある欲求は自由と成長の2つのキーワード。誰にも見られていない場所で普段の自分の仮面を外して自分がどう感じるのかを確かめたい。知らない街で知らない文化に触れて知らない人と出会う。自分という人間をアップデートしたい。自己成長、自己確認の旅なんです。次に一人で旅行する人のメリットを見ていきます。価値観のアップデート、行動力がつく、環境変化に強くなる、孤独への耐性が上がる、自分の機嫌を自分で取れる、少数派に属する強さ、ぶれない自分軸の構築、自分との対話、自分のあり方を問える、孤独は自由という捉え方、そして何より自分一人で何とかできたという感覚が一人旅行では残る。この感覚は人生の他の場面でも活かされます。現状維持から脱却し、成功をつかみに行く転職、起業、投資、海外移住などの挑戦へのハードルが下がるんです。次にデメリットも見ていきます。もちろんデメリットも存在します。ふと寂しくなる瞬間がある。トラブルが起きても助けてくれる人がいないので自力で何とかする必要がある。トイレに行きたくても荷物を見てくれる人がいない。現地の綺麗な景色や美味しい食事の感動をその場で誰かと共有できない。自分軸が強くなる反面、協調性や人に合わせることが苦手になる。そして常に自己責任、誰のせいにもできない。一人旅行を選ぶ人は自由と引き換えに責任も背負っています。ただ一人旅行する人はこういったデメリットと感じる要素も前向きに捉えている人が多い印象です。一人で旅行する人をまとめます。自分で決めたい。自由を求める。成長を重視する。責任も引き受ける。そういう傾向があります。次に人と旅行する人を見ていきます。人と旅行する人の行動心理。このタイプは共有したいという欲求が強い人。景色そのものよりもその瞬間を誰と味わうかを大事にします。心理学的に言うと関係性の中で安心感を得るタイプ。人といることで自分の輪郭がはっきりする。一人ではなくつながりの中で自分の存在意義を感じる人です。次に人と旅行する人の欲求を見ていきます。根底にあるのは安心と共感の2つのキーワード。旅先での驚きや感動をすぐに横の人と共有したい。笑い合いたい。思い出を一緒に作りたい。人生を体験としてだけでなく記憶として誰かと残すことを大切にしています。一人だけでは勇気がいるけど誰かとなら安心できるし突破できる。達成したいことを人の支えもありつつ達成するタイプです。次にメリットも見ていきます。誰かと幸せをその場で共有できる。他人の価値観をその場で聞ける。旅を通して人間関係が深まる。トラブルが起きた時に心細くない。同行者が英語を話せたり旅慣れしてたらスムーズな旅ができる。孤独を感じにくい。人と何かを成し遂げる力がつく。チームで動ける。協力する。支え合う。気遣いができる。これは社会で生きる上で強い能力です。ただ人と旅行する人にももちろんデメリットもあります。他人に合わせる時間が増える。同行者と喧嘩になり気まずくなる可能性がある。本当は行きたくない場所にも行くかもしれない。行きたい場所に行けない。同行者との価値観、体力、予算のズレが生じる。スケジュールのすり合わせ、プランの承諾がいる。現地の人とのつながりの接点が減る。責任が分散されて自己成長も同時に分散される。誰かに依存してしまう。自分との対話の時間が減る。そして常に誰かがいないと動けない状態になってしまう可能性もあります。行動の起点が自分ではなく周囲になりやすい。人と旅行する人をまとめると、共有を大切にする。つながりを重視する。協力する力が強い。社会性の高さ、共感力、協調性という強さを持っています。次に両者の捉え方の違いを見ていきましょう。1、孤独の意味。一人で旅行する人にとっては孤独とは自由。誰にも縛られない時間。
誰にも干渉されない空間。自分とだけ向き合える贅沢。でも人と旅行する人にとっては、孤独とは寂しいこと。誰とも共有できない時間。感動を分かち合えない瞬間。同じ孤独でも捉え方が全く違うんです。2、人との時間。一人で旅行する人にとって、誰かと動く時間は気を使うし、合わせる時間。自由を少し手放す時間でもあります。でも人と旅行する人にとっては、人との時間は感動を増幅させる時間。思い出を何倍にもする時間なんです。同じ人との時間という状態でも感じ方は真逆なんです。旅のスタイルは今の人生を映す。ここで少し視点を変えてみます。旅のスタイルは今の自分がどんな人生のフェーズにいるかで変わることがあります。1、攻めのフェーズ。人生には時に攻めたい時期がありますよね。自分を変えたい。環境を変えたい。自分の殻を破りたい。このフェーズにいる人は一人旅を選びやすい。なぜなら一人の時間は強制的に自分と向き合う時間になるからです。言い訳ができないし、責任転嫁もできない。静かな環境で自分の本音が浮き上がってきます。攻めのフェーズは孤独を受け入れやすいんです。2、再構築フェーズ。人生に迷いがあるとき、何かがうまくいかなかったとき、転職前、別れの後、挑戦の前、こういうタイミングも一人旅行を選びやすいタイミングです。一人でいると他人の期待から一度離れられます。人生を再構築する前に一人で旅に出ることで自分は本当はどうしたいのかを整理する時間を作れるんです。3、充電フェーズ。一方でエネルギーが落ちる時も人生の中でありますよね。疲れている時、寂しい時、なんか元気が出ない時、孤独に耐える余裕がない時、こういうフェーズでは人と旅行することが支えになりやすい。誰かと笑う。誰かに甘える。誰かに任せる。そのつながりが自力ではできなかった回復を助けてくれる。4、拡張フェーズ。人間関係を広げたいとき、絆を深めたいとき、結婚前、子育て中、仲間と何かを作っている時期。この時は人との旅が人生を豊かにします。大切な誰かと一緒に見た景色は思い出に変わり、人には奪えない共通の宝物になります。今のあなたはどのフェーズでしょうか？自分を鍛えたい時期ですか？再出発したい時期ですか？回復したい時期ですか？誰かとの関係を深めたい時期ですか？今あなたが選んでいる旅のスタイルは今のあなたの人生、そして生き方を映しているかもしれません。最後に僕の話を少しだけします。僕はもともと人とじゃないと旅行に行けないタイプでした。正直不安も大きかったし、一人でいると寂しい人に見られるんじゃないかって勝手にイメージを作っていた時期もありました。その頃は孤独が怖かったんだと思います。でも20代後半くらいから価値観が少しずつ変わっていきました。一人の時間は自由で静かで誰にも気を使わなくていい。自分とちゃんと向き合える。最高に贅沢な時間だと気づいたんです。今は一人旅も好きで一人でタイにも移住しています。ただどちらが正解という話ではなく、この人との旅行、そして自分で行く旅行、大事なのは自分に合った旅をデザインすることだと思っています。自己成長や自分との対話、自由を大切にしたいなら一人旅がいいし、仲のいい友達や家族とただ笑い合って思い出を増やしたいなら人との旅行もいいと思います。そしてどちらか一つを選び続ける必要もありません。例えば旅の前半は一人行動で、後半から誰かと合流するのもいいし、人との旅行の中であえて半日だけ別行動するとか、僕は友達と行く旅行でもそういう時間をあえて作っています。こういう風にハイブリッドの旅をデザインすることでどちらの良さも味わうことはできます。誰かの正解じゃなく自分が納得できる旅の形を選ぶ。それが一番自由だと考えます。あなたはどんな旅が好きですか？皆さんの旅のスタイルや感想などあればぜひコメントで教えてください。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己理解を深められるすごい人です。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。